こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はスクラッチ応用講座として単純反応時間プログラム1と題してお送りします。今回作成するプログラムは画面の中央にボールが表示されたら素早くスペースキーを押すプログラムです。この時ボールの表示よりスペースキーのされるまでを反応時間として測定します。それでは具体的にプログラムの内容を説明していきます。まず最初に使用する変数を追加していきます。カウンター、これは何回目の測定かを入れる変数です。次に反応時間、これは現在の時間をタイマーで取得し、それから表示時間を差し引いたものです。表示時間はボールが表示された時の時間です。次に記述するコードを説明します。ステージに書かれたコードはグリーンフラッグが押された時より開始し、カウンターを0にセットします。そして10回の繰り返しを行います。次に10回の測定を繰り返します。ループ内では、まず、消すのメッセージをボールに送ります。するとスプライトボールはのメッセージを受け取ると非表示となります。次に3秒から5秒の間、プログラムを停止します。そして、表示するのメッセージをボールに送るとボールは画面に現れます。この時のタイマーの時間を変数、表示時間に取得します。そしてカウンターに1を加えます。次の行ではスペースキーが押されるまで待ち、押されるとの反応時間を計算します。計算式は現在のタイマーの時間から表示時間を差し引いたものとなります。これを10回繰り返します。それでは反応時間の基本形をプログラミングしていきましょう。最初に、ボールの方をですね、スプライトより追加します。で、こちらを選びます。で、これを真ん中に持ってきて、ここを00にしましょうか。ここを0、ちょうど中心に持ってきます。そして、まず変数を3つほど追加していきます。まず、こっちですね。カウンターで、今カウンターができましたので、あと反応時間と表示時間を追加します。反応こっちですね。それともう一つ表示時間。で、これ3つできましたので、それではフラッグが押された時からやっていきますけども、こちらのステージですね。こちらの方に書いていきます。で、イベントで、これが押された時。で、最初にカウンターを0にします。これ何回かっていうんですね。これをカウンターを0にする。これをここにつけます。そして、測定を10回繰り返します。で、制御のところで10回繰り返す。これを持ってきます。こういう形ですね。そして、次にまずボールを消してある一定時間待って表示するというような形にしたいと思いますので、ボールにメッセージを送ります。
で、イベントのところでメッセージを送る。これで、まずボールを消すを送るということで、新しいメッセージで消すを作りましょう。で、その次に、タイマーで、その次が、消してからある一定時間待つ作業をします。制御の方ですね。制御の方で、ここで、何秒待つ。これですね。これを使います。ここで、これ1秒になってますので、ここで乱数を使って予測しない時間待たないといけないんで、ここで、これを持ってきます。今1から10になってますけども、これを3秒ぐらいにしましょう。3秒から10秒の間で待って表示っていう形にします。複製してやって、こちら、ここがいらないので、これを消して、ここで表示。で、表示するを送ってやるということですね。で、これを送る相手ですけども、これがボールになります。ボールになったら、ここをメッセージを受け取るということで、こちらの方ですね。受け取ったとき、これを使います。で、ここが表示するを受け取ると、このボールを表示ということで、見た目のところで表示する。で、これコピーして、消すを受け取ったら隠す。これを実行するとこう消えますよね。こっちを受け取ったときはこういう表示するというような形になります。それでステージのところに戻って、これを実行すると今消えましたね。そしてある一定時間経つとまた表示っていうことになりますけども、今一瞬表示されましたよね。はい。こんな形で、一瞬表示してまた消すになってますので、ほとんど見えてない状況にあります。そこで、次に表示、ここ表示されたら、その時の時間を
得するようにしていきます。そしたら変数のところで表示時間、この変数にタイマーの時間を入れてやります。調べるで、ここでタイマーをここ持ってきます。そして、次にカウンターで、タイマーを、カウンターのところですね、プラス1をしていきます。1回目、2回目というのをカウントしていくということで、こっちですね。1ずつ増やしていく。で、これを1増やして、あとは、スペースキーが押されるまで待ちます。で、制御で、待つですね。こちらの方。そして調べるで、スペースキーが押されるまで待ちます。そしてスペースキーが押されたら、その時の反応時間を計算します。変数で、こちらの方ですね。ここで反応時間を選んでやって、現在のタイマーの時間からここの表示時間を引いてやるということになります。そうすると演算ですね。演算のところで引き算ですね。こちらの方で、ここに表示時間、表示時間入れてやって、ここでタイマーを複製してやると、これでここに反応時間が表示されます。こういう形ですね。で、ここ表示時間の方はいりませんので、ここの表示時間の方はチェックを外しておきます。そうすると何回目で反応時間が何秒というのがこう出てきます。それでは検査の説明を入れていきましょう。猫に説明をさせます。それで、こちらの方の猫にコードを書いていきます。まず猫に対して説明してというメッセージを送るとします。そうすると、受け取った時ということになりますので、こちらですね。こちらを入れて猫を表示させてやります。ここで表示するを入れます。そして、このボールの方ですね、表示、して説明した方がいいんで、ボールに対してメッセージを送ります。で、これですね。これで表示する送ったら、ここにボールが表示されます。それから説明を開始します。で、見た目で、こんにちはと2秒いうこの部分の内容を変えます。ここでこれから反応時間を測定しますっていう形ですね。これから反応時間を測定しますっていう形ですね。そして、
画面にボールが表示されたらスペースキーを素早く押してくださいを次に持ってきます。で、ここで複製して、この下につけて、ここで画面にボールが好きをしてくださいと。ちょっと画面広げます。で、今2秒ですので、ちょっと長めに3秒にしましょう。そして、それでは開始しますということで、ここで、これで2秒いって、ボールを消してやります。で、ここで、ボールが消えましたね。そして自分自身も消すということにします。で、隠す。ですね。これで説明して、ここですね。ここ新しいメッセージにしないといけないですね。ここを説明してですね。説明して受け取ると、ここまで実行するということになります。ちょっと見てみましょうか。ここでこれを実行すると、こういうふうな説明をしますね。それでは開始するっていうことで消えるっていうことですね。はい。そしたら、検査が終了しました。なら、検査終了の時を、ここで、猫の説明をやりましょう。そしたら、イベントとして、受け取った時ですね。検査終了を受け取った時を作ります。新しいメッセージで、検査終了っていうのを受け取ったら、ここでまた猫を表示する。これですね。表示する。これで検査が終わりましたっていうのを出しましょう。そしたらここでこれで、測定がこれで終了ですね。あとはこのメッセージをステージから送ればいいということになってきます。そちらの方を作りましょうか。それではちょっとこれ広げます。先ほど作ったのはこれでしたね。そしたら次にこちらの方ですね。ここで、説明してというのをここに置かないといけないんで、イベントとして送るですね。ここで
すいません。もう一つですね、送ってますっていうのがあるんですよね。これを、説明して、これを送って、猫が説明するまで待って検査するっていうようにしたい場合は、送って待つを使います。そしてここで、説明が終わったらここに来て測って終わった時は、次に検査終了を送ってやれば、猫が説明してくれるということになります。こちらが説明を追加したコードとなります。左よりステージに追加したコードを赤枠で表示しています。ボールのコードは変更なしです。猫のコードは新規に追加したものを表示しています。それでは実行画面を見てみましょう。画面を大きくします。そしてグリーンフラッグを押します。そうすると説明が始まりますね。それでは開始しますということで、ボールも消えます。で、スペースキーで反応を押します。2回目です。3回目。4回。5回。6回。7回。8回。9回。10回。これで終わりました。今回はスペースキーで反応する単純反応時間について基本形を解説しました。次回は各測定ごとの反応時間を記録するとともに統計値も表示できるようプログラムを改善していく予定です。ご視聴ありがとうございました。